皆様、本日もヒロミボイスエアラインフライト770便南アフリカ行きをご利用いただきまして誠にありがとうございます。私は本日客室乗務員を担当いたしますヒロミと申します。まもなくこの飛行機は出発いたします。シートベルトを腰の低い位置でしっかりとお締めください。南アフリカまではおよそ20時間を予定しております。ご利用の際はお気軽にお声掛けくださいませ。それではゆっくりとおくつろぎください。 Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard Hiromi Boys Airline Flight to South Africa. My name is Hiromi. I am a senior cabin attendant on this flight. We are now ready for departure. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Our flight time is expected 20 hours. Your cabin attendants are looking forward to serving you. We hope you will enjoy flight with us. Thank you.皆様、長い時間のフライトお疲れ様でした。ではここからは私添乗員が、皆様をサファリのアフリカ大自然の旅にご案内いたします。まずですね、このサウスアフリカ、南アフリカの魅力をお伝えしたいと思います。時には静かに、そして時にはたけだけしくダイナミックなうなりを見せるアフリカの大自然。残酷でありながらも野生のルールに従い力強く生きる動物たち、そしてそれぞれの伝統を大切にしながら暮らす人々がいます。人種差別や植民地時代という過去を乗り越え、そこに生きる人々の笑顔はとても美しくたくましいものがあります。数々の驚きと発見、そして興奮の連続で訪れるものを魅了してやまない南部のアフリカへようこそいらっしゃいました。それではまずクルーガー国立公園へご案内しましょう。この国立公園は総面積が約2万キロ平方メートル。これは日本でいうと四国と同じくらいになります。アフリカ最大規模の国立公園です。アクセスがとても簡単で、初心者からリピーターまで大満足な国立公園。パッケージツアーには必ず含まれている定番スポットですよ。広大な敷地には哺乳類が147種類、鳥類が507種類もいる、そんな多彩な動物が生息しています。その数は世界有数。あまりにも広いため公園へのゲートは9カ所もあり、場所によって3つの空港が使用されています。クルーガーの最大の特徴がその設備の充実度。アフリカの中で最も先進的な国立公園として知られています。本日皆様にお泊まりいただくのはクルーガー国立公園に隣接するザビサンドというエリアを代表する豪華ロッジが集まる一番人気の市営動物保護区です。サビサビは老舗のロッジの一つで、ナショナルジオグラフィックの世界のユニークなロッジにも名を連ねています。4つのロッジからなるサビサビですが、今回は
南アフリカのサファリロッジの新時代を象徴するアースロッジに滞在していただきます。まずは自然に溶け込む洗練されたデザイン。サビサビの特徴ともいえるのが、自然をダイナミックに取り入れたデザイン。環境を壊さず、むしろ溶け込むように建物が建てられ、各所には木や岩などでできた印象的なオブジェを配置。中には南アフリカの彫刻家ジェフリー・アームストロングの作品も見ることができます。アフリカで最も環境に配慮したロッジと言われるのも納得ですね。そして至れり尽くせりの超豪華な客室。客室はアンバースイートを含めて全13室。部屋に入るとまずその贅の限りを尽くした内装に驚かれると思います。小さなダイニングスペースにベッドルーム、バスルームといずれもかなり広々。そして窓を開けるとそこにはプライベートプールが。すべてのロッジは十分なスペースをとって建てられていて、プライバシーにも配慮されているので、人目を気にすることなくゆっくりお過ごしいただけます。またワインを含むミニバーはすべて料金に含まれるというので嬉しいですね。さあ、そんなロッジに今回お泊まりいただきます。一日を体験してみましょう。まず朝の5時に起きていただいて、5時半から6時軽めの朝食をとります。そして6時から9時までは朝のゲームドライブです。ライオンたちの足跡を発見したり、後を追っていくと、なんと夜のうちに仕留めたバッファローを食事中のライオンに遭遇したり、人気のキリンとも会うことができます。そして9時、一度ロッジに戻っていただいて朝食をとりましょう。見晴らしのいいデッキでいただきます。果物やチーズなどはビュッフェ式で、温かいものは注文すると出来たてを持ってきてくれますよ。そして10時から午後の3時半までは贅を尽くしたロッジでのんびりとお過ごしください。ロッジや客室のプールでゆったりしたり、読書をしたり、スパでマッサージを堪能したり、ブティックに出かけて土産物探しをするのもいいですね。さて、ここで疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。午前中に行ったゲームドライブとは一体何なのか。これは覚えておきたいサファリ用語の一つ。ゲームとは獲物のことを意味するんですね。獲物を求めてドライブすることをゲームドライブと言います。またビッグファイブという言葉もあります。ビッグファイブとはゾウ、ライオン、ヒョウ、サイ、バファローの5種の動物を指します。昔から狩猟において最も危険かつ大物の動物をビッグファイブと言っていました。現在では特に人気の高い動物といった意味合いが含まれています。そしてもう一つ、サンダウナーという言葉があります。文字通りこれは沈む夕日を眺めて楽しむこと。多くのサファリロッジで行われています。ドリンクを片手にビルトンやドライフルーツなどの軽食を楽しみましょう。夕方のゲームドライブの途中に行われることが多いです。こ
ここで皆様にご注意したいことがあります。野生動物は非常に危険です。彼らを刺激しないために大声を出さない、立ち上がらない、警戒色である赤い服装は避けるなど気をつけてください。またサファリ中はトイレに行くことができません。サファリ前に必ず行くようにしてください。そしてゲームドライブでは主に早朝や夕方行うので体が冷えてしまうんですね。肌寒いこともありますので防寒具を必ず持っていくようにしましょう。さあ、それでは一日に戻ります。3時半はアフタヌーンティーを楽しみます。キッシュやサモサ、アフリカの伝統菓子などさまざまなものが用意されています。そしてアフタヌーンティーを楽しんだ後は夕方の4時から夜の8時まで夕方のゲームドライブに出かけましょう。日が暮れ始めると動物たちの動きも活発になります。ずっと昼寝をしていたライオンの群れがやっと起き出したり、散歩をする象を見れたり、朝とは違った動物たちの行動を目にすることができます。そして車を降りて日の入りの風景を楽しむサンダウナー。各自の好みに合わせてシャンパンやワインの用意なんかもしてくれます。そして思う存分ゲームドライブを楽しんだ後は夜の8時から夜の10時まで夕食をゆっくりと楽しみましょう。地元のダンサーたちのショーも見ることができます。さあ、それではサファリ大国ボツワナで最も有名な国立公園と言われているチョベ国立公園に参りましょう。このチョベ国立公園とは象の生息地が世界一と言われているくらいたくさんの野生の象が生息しています。ビクトリアの滝から日帰りも可能で人気のエリアとなっています。6万頭もの象が生息すると言われているチョベ国立公園。象以外にもライオンやバファローなどのビッグファイブやキリン、シマウマなど多くの野生動物が生息しています。公園は広大でいくつかのエリアに分かれていますが、旅行者が主に訪れるのは最もアクセスの良いチョベリバーフロント。アフリカで最も美しい川の一つとして知られるチョベ川沿いに広がるエリアで、ボートから水辺に集まった野生動物を見るボートサファリが有名です。ゲームドライブと合わせて楽しみたいエリアです。そして次はオカバンゴ湿地帯。これは水を求めてさまざまな動物が集まってくる様子を見ることができるところ。伝統的な木彫りの船モコロでのサファリが人気です。世界最大の内陸性湿地帯オカバンゴ。豊富に水をたたいた湿地が動物たちを引きつけ、野生の楽園を形成しています。ヤシの木がそびえ立つ島々と大草原、沼、氾濫源からなり、芦やパピルスが茂る青々とした大地をいくつもの川が蛇行して流れています。桃源郷のような風景が続くオカバンゴは野生動物の宝庫でもあります。特に乾季には水を求めて多くの動物たちが群れをなしてやってきます。それらを狙うライオンやヒョウなどの姿を目撃する機会も多いことでしょう。
では最後にカペ国立公園をご紹介しましょう。アフリカ大陸で最大、ザンビアで最古の国立公園です。手つかずのブッシュジャングルが広がっています。490種もの野鳥が生息しているところです。総面積の2万2400キロ平方メートルを誇るアフリカ最大の自然保護区で、手つかずの大自然が残されていることで知られています。その美しさゆえ、映画ホリデイ・イン・ザ・ワイルドのロケ地にも選ばれています。雄大な湿原、湖やダムなどさまざまな景観が広がり、母なる大地に沈む夕日は感動的に美しいです。サファリだけでなく、村でキャンプをしながら現地の人々と交流したり、象の孤児院や温泉を訪れたりと、さまざまな楽しみ方ができます。皆様いかがでしたでしょうか。本日の南アフリカの旅はこれにて終了です。また次回の旅でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。